めちゃめちゃ降りる駅間違えました。本当は有オ札幌で降りなくちゃいけなかったところを2駅3駅ぐらい行き過ぎちゃったんで、今歩いて戻ってます。徒歩20分ぐらい戻ります。札幌比較的涼しいんで、それだけが救いですね。で、今回の旅なんですけど、札幌と小樽、あとウイスキーで有名な余市の3つの都市を巡れたらなと思ってます。2泊3日なんで、まあそんなにちょっとね遠くに行くっていうのもあれなんで、のでまあ今回は札幌と小樽と余市って感じで行こうかなと思ってます。なんか札幌ビール園ってこんな感じで開拓使館とかポプラ館とかライラック館とかなんかいくつか建物があって予約するときに選ぶ感じになってます。僕は今回一番無難な開拓使館を予約してます。予約してて直接行くんじゃなくて一旦時間になったら総合受付に行ってでそこで案内してもらえるみたいですね。なので時間までもうちょっと待ちたいと思います。開拓使館です。ありがとうございます。札幌ファイブスターっていう限定のビールにしました。いただきます。めちゃくちゃうまい。なんだろう、味が濃いですね。うまっ。いただきます。うまっ。めちゃめちゃビール進みますね。
うん、うまっ。もうちょっと飲んじゃいましたけど、2杯目は札幌クラシックです。うまい。ハイボスターに比べると結構あっさりめな感じですね。3杯目は恵比寿です。うまい。4杯目はミニの黒ラベルです。だんだん味が分からなくなってきました。最後にもう一回5スター頼んでみました。めっちゃ味が濃いですね。めちゃくちゃうまいです。めっちゃうまそうっすね。ありがとうございます。ごめんなさいね。光の加減と微妙。自分写真撮るの苦労してる。めちゃめちゃ美味しそうっすね、これ。間違いない。僕なんか国まれぐらいしかあんまり聞いたことないですけど、こんなにいっぱいあるんですよ。もっともっとあるよ。なんか持ってきて、なんでもいいよ。
どうするか一緒。はい。カルトンある？いっぱい。うまい。うまい。ちゃんに入ってるな。全部すごい。日課ウイスキーのミュージアムにやってきました。
ご注文されていると思うんですけども、はい、じゃあ別で、じゃあすべて別料金かかってしまうんですけど、はい、料理長のおすすめ一品として回らせていただいております。気になるものございませんでしょうか？はい。一発ね。はい。白尾さんの和牛さん。山椒のサバでした。そうや。
今これ運河の北側に来てます。運河の建物ですよ、ここにあるのが。こっち側結構おしゃれな店多いんで、お昼ご飯食べていきたいと思うんですけども、朝ごはん結構食べたんでね、お腹が全然空いてないんで、ビールだけでも飲もうかなと思ってます。醸造所見学。小樽ビールの醸造所がありますね。ちょっと行ってみたいと思います。2階にテラス席があるみたいなので行ってみたいと思います。バイチェンの L サイズにしたんですけど、死ぬほどでかいの出てきました。動画だと分かりづらいかもしれないですけど、めちゃめちゃでかいです。これ1リットル以上あります。いただきます。乾杯。めっちゃうまい。この時間はドリンクの提供しかないんで、おつまみなしでこれを飲んでいきます。でかい。おつまみが欲しいですね、マジで。あと3分の1ぐらいです。ね、小樽観光と言ったら大体この運河見に来るっていうのが一つと、線路の跡地、あとはオルゴール堂とか北一ガラスとか、その辺がすごく無難なとこかなと思います。運河というと運河を見て回るクルーズ船みたいなのがあって、雨降ってなかったら乗りたかったんですけど、ちょっと小雨なんでねやめました。ちょうど今ね後ろからクルーズ船来てますけど、一人でバカでかいビール飲んでるんでめちゃくちゃ見られてて恥ずかしいですが、ちょっとひそひそ声であのビールでかすぎだよねみたいなの聞こえてきてます。見ましたかね。こんな感じで10分おきにクルーズ船の人にでかいビールいじられながらずっと飲んでます。結構小樽ビールはクラフトビールの中でも僕は好きな方ですね。会員です。小樽ロマン館、多分ガラス雑貨とかが売ってるとこなんですけど、ちょっとおしゃれそうなんで入ってみようと思います。めっちゃガラス雑貨売ってるな。結構クリスマス特集されてますね。めちゃくちゃいろんな通りが賑わってますね。こちらが小樽オルゴール堂ですね。入ってみたいと思います。こっちはもう一軒のオルゴール堂ですね。こっちも入ってみます。こっ
味はなんかシックな感じですね。さっきのところはちょっとポップな感じ、寿司のオルゴールとかありましたけど、こっちは結構木箱のオルゴールとか、結構そういう真面目なのが多いですね。アーティストの写真も貼られてて、著作権的にギリギリアウトな感じがします。なんかめっちゃ飲食店とかお土産屋さんいっぱい立ち並んでていい感じですね。数年前に比べると外国人観光客の方がめっちゃ多い気がします。あとなんか街全体が賑わってますね、数年前よりも。小樽でもう一個忘れちゃいけないのがありました。ルタオですね。ルタオって小樽を逆から読んでルタオって小樽発祥のお店なんですけれども、ここパトスっていうお店でカフェとかも併設してるようなお店になってます。北市ガラスに到着しました。せっかくなんで北市ガラス3号館入っていきたいと思います。箸置きがめっちゃ可愛いですね。こけしの趣味が箸置き集めなんで、箸置き何個か買って帰ろうかなと思ってます。北市ホールっていう喫茶店はめちゃくちゃ並んでますね。中が広すぎて迷路みたいになってるんで、マジで今どこ歩いてるのか分かんなくなってくるくらいは広いです。こけしのお土産はイカの箸置きです。北市ガラスイタリアワインショップまでやってます。もはやガラス関係ないですね。もはや本当に北市ガラスの領地になってて、もうクリスタル感、前向くと北市ガラスのアウトレットまでありますからね。ガラスだけでここまでビジネス発展させてるのってもうバカラと北市ガラスぐらいなんじゃないですかね。マジですごいですね。オルゴール堂と北市ガラスも両方見て思いのほか時間持て余してるんで、小樽のもう一つ有名なところというと寿司通りがあると思うんで、ちょっとそちら行ってみたいかなと思います。小樽の寿司通りっていうところにやってきました。ここなんか寿司屋さんがいっぱい集まってます。今回の旅でまだ寿司食べてないんで、ちょっとどっかで寿司食べようかなと思うんですけど、若干二日酔いかつ朝から死ぬほどでかいビール飲んだんで、ちょっとお酒なしで寿司だけ食べに行きたいと思います。乾杯。うまい。うまい。ズワイガニ。うまっ。うまい。いくら。うまい。ビールが進みますね。
最後に行きます。うまっ。ちゃんとうまい。新千歳空港着きました。平日なのにめっちゃ人多いですね。今から2時間ぐらい時間があるんで、なんかちょっとメジャーどころのお土産屋さんとか見つつ、こけしへのお土産を買ったりとか、晩ご飯食べていきたいと思います。はい、で僕よく来るのこの加藤水産。ここは比較的品揃えも良くて、値段も空港にしては良心的かなと思います。さすがに塩水ウニとかはちょっと観光地価格になってますね。カニとかもちょっと高いですね。もう干物系とこういったところの加工食品系は結構空港にしては安いんじゃないかなって思います。この札幌中央卸売市場水産仲卸の中に立ち食いのお寿司屋さんがあって、めっちゃ人並んでるんですけど、ここ結構時間が余った時とかにパパッと美味しいお寿司食べられるんでおすすめです。結構何店舗か海鮮のお店見たんですけど、カニ系はめちゃくちゃ高いっすね。大体なんか毛ガニの大きめのサイズが1万円から1万5千円ぐらいで売られてるんですけど、夜市で行った柿崎商店さんとか、ああいうとこで買うと大体5千円から1万円はしないですね。5千円から8千円ぐらいで買えるんで、なんかそう考えるとやっぱそういうとこで買うより空港で買うと2倍ぐらいの価格になっちゃってるのかなと思いますね。ただカニは時期によっても値段めちゃくちゃ変わるんで、空港でも結構安く買える時期とかもあるんで、一概には言えないですけど、夏とかはカニの量の時期じゃないんですごい高いのなんで売られてますね。でと言いつつもイクラとかあと干物系ですね、全然空港で買ってもいいのかなと思います。ホッケの開きが1000円とか1500円とかそれぐらいで、めちゃくちゃ本州では買えないぐらいでかいんで、全然空港で買うのもありかなと思いますね。ちなみに佐藤水産とかは実は小樽の街中とかにも店舗があって、全然空港よりも安い値段で売ってるんで、そっちで買ってお家に送る方がおすすめです。逆に空港でお土産買った方がいいものって結構スイーツ系かなと思っていて、ルタオですね。ルタオは小樽とかにも結構店舗いっぱいあるんですけど、店舗限定の商品とかを除いては空港で買っても全く一緒なんで、ドゥーブルフロマージュとか定番商品買うんだったら空港で買ってもいいかなと思います。であとロイズも一緒ですね。ロイズも結局ね、店舗限定品とか除けばどこで買っても一緒なんで、空港で買っちゃったらいいのかなと思います。あとはここの北海道本舗も結構おすすめですね。地酒からビールとか、あと北海道のお土産大体何でも揃ってるんで、迷ったらここ行くっていうのがおすすめです。結構北海道の日本酒だとこの上川大雪のお酒は一番好きですね。もう純米でも全然美味しいんですけど、せっかくだったら純米吟醸おすすめです。後で買って帰ろうと思います。3階がレストランになっていて、寿司とかラーメンとかジンギスカンとかも
あります。一通り北海道の名物が食べれるようなお店は揃ってますし、意外とね、空港だからといって美味しくないとか全然そんなことなくて、めちゃめちゃうまいんですよね。なんで結構新千歳空港でご飯食べるのもおすすめです。まだこの北海道旅行で一回もラーメン食べてないんで、せっかくなんでなんかラーメン食べていきたいなと思ってます。で、人気店は死ぬほど並んでるんで、あんま並んでないとこ選んで入っていきます。結構並んでるかと思ったら、エビラーメンの一元以外はあんまり並んでないですね。あ、けやきはやばいですね。けやきと一元がめちゃくちゃ並んでますね。それ以外はそんなでもない感じです。どこで食べようかな。けしかがラーメン行きたいと思います。けしかが味噌ラーメンです。めちゃめちゃうまそう。いただきます。うまっ。初めて来たけどうまい。